にちは。今回はウマ娘シンデレラブレイ第8話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。千代香はやっぱり千代ちゃんなんだよな。やべえ、みんな勝負服で動いてて感動するわ。血縁だっけ？親父、俺たちの丸をね。八重の無敵、あんな負け方して皐月賞はきついだろう。ここからもっときついことなるぞ。なんかサクサクいくな。これは1クールでたまちゃんを終わらせる。桜千代の王はマルゼンスキーさんく。千代ちゃん覚醒来い。もう千代ちゃん主役でいいんじゃないかな。かわいいマルゼンスキー千代の千代ちゃんがプリティ要素なのか。オッハーとかチョベリバとか言うけど、そのあたりの言葉が流行るのって90年代だから、マルゼンスキーさん世代どころかこのあたりの世代もまだなんだよね。千代ちゃんの服邪魔すぎる。皐月賞も終わったぞ。あ、大栗に負けた馬が勝っちゃった。これ必要なレース。千代ちゃん次頑張ろう。こういう関西弁聞くとイラッとする。関西人の特徴でおまんがな。せやろか。学生にそんな権限あるんか。まだ三流記者の方が権力あるやろ。オグリキャットがいなかったらクラシック取れなかったウマ娘。TM オペラ王、石ミラクル、北さんブラック。オペラ王は確定としてミラコと北さんも一緒に登場してくれるか見ものやな。アトアローキャリー、アドマイヤマンゴ。だからなんで会長に校長すっ飛ばして言うなら JRA じゃないの。アニオリでダービー出してもええんやで。エルコンドルパサー。そうです。うお、クイズダービー復活しろ。3レースあったからあっという間だった。ウマ娘世界の問題点はウオッカの凄さが伝わらないこと。みんな女の子だからな。テンポ良くていいな。ただ楽しみだったブラッキーお嬢様は今一つだった。もしかして来週リアルでもダービー？イエス。シンボリルドルフが JRA の人の役割になってんの。来週は日本ダービーだしな。これ1クールで玉本の3連戦まで行くんか。来週はダービー。現実世界に合わせてきた。すごいテンポ早い展開だな。リアルダービーと合わせてきたのか。もう中央編終わりか。早かったな。来週ダービーやけど黒野くんはオグリになれそう。来週のダービー、オグリキャップ絡みか。来週のダービーはレーン買っとけ。ネット情報だとシングレの視聴率はあまり良くないみたいなんだが、行く緩めは良いとして来年以降放送予定の2期以降は例えば深夜枠になったり TBS から外れたりすることって可能性あるんかな。ヒロアカっていう前例がおる。原作に追いついてせっかくの作品がグダグダにならないか心配するドラゴンボール世代。マークールキリちゃんとすれば大丈夫だけど、江戸前エルフもギャンチュエルフが東京で大きなレースがあるから上京したってダービーの週にやってたな。史実でも記者がシンボリルドルフに頼んでたの。大橋巨船とシンボリルドルフ号の密談は当時盛り上がった。ダービーにダービー合わせるあたりも考えてんな。牝馬で日本ダービー勝ったのウォッカだけ。戦前にいるだろ。栗藤と馬がいた。アーモンドアイとイクイノックスと丸かぶりの世代はこいつらいなかったら G1 あと1つ2つ取れたのにって思ってそう。イクイのいたのに G1 取れたジオグリフって何なんだ。来週はダービー。シングレ、目黒記念。それともシングレと目黒記念ぶつかる。ガチでひしミラクル主人公で宝塚までを1クールアニメ化してほしいんだが。前回初登場なのに出番が多いメガネ。オグリキャップが得意点と言われるゆえん。クラシック登録って何の意味があるんだ。確かにおかしいわな。ダービーは出ないと。マスコミはいつの世も変わらんな。史実もこんな署名あったん。会長の役割わからんけど、そこまでの責務あんのか。ルドルフ、私に言われてもルドルフじゃなくて理事長に言えよ。いや、ダントツで今期の中で面白いな。来週は現実も日本ダービーやね。ダービー当日にダービー会やない会。ああ、そうか日本ダービーに合わせたのか。
現実の日本ダービーに合わせるために今週ちょっと展開巻き気味だったのね。12話しかないから内容詰め込んでるな。展開早い。これまさか最終回をリアル有馬記念の日に有馬記念やるとかじゃねえだろうな。小栗生誕40周年のダービーに合わせてダービー会。展開早いな。草加ダービーの日重ねるための展開か。でも狙ってできるのもすごいな。ダービーにダービーを合わせてきたなら有馬記念も合わせそうかな。日本ダービーと同日放送のためサクサク進んだな。 G1 じゃないと勝負服着れないんだ。ちゃんとしなかった北原が一番悪いんだろ。北原がサボったことを知らない藤井が天候の時期だけで出れないって気づいてたから北原のせいではないよ。スカウトするときにそのことをちゃんと言わないルドルフ側が悪い。めっちゃ丸善血を追加するやん。千代ちゃんかわいい。ほぼ犬やが。実況はやはり杉本さんが乗り移ってたな。クリークがプリティだった。アニメ版のスーパークリークは可愛い。目白家の馬娘は例外なく可愛いな。アニメクリークかわいい。漫画クリーク顔芸。アプリクリーク変態。言うほど変態か。見た目よりも玉を赤ちゃんにしたり、トレーナーとで常遊びしたり。千代ちゃん可愛い。千代はやっぱり可愛いな。他の馬娘小栗がいたらなんて言わせない。30年経っても言われてますね。1クール目どこまでやるんだろ。今回めっちゃ進んだ。しかし中央編入編早いな。サクサク進む。相変わらず終わるの早い。そしてここからの1週間が長い。次週リアルもダービーという。これに合わせて2戦足す皐月賞を終わらせたか。プリティ成分はベルの土地をの方に任せておけばよい感じか。罰ゲームの約束をちゃんと守るブラッキーエールちゃんいい子。テンポ良かったな。来週日本ダービーに合わせるためだろうけどアニメで見る分にはこれくらいがちょうどいいかも。業界が小栗キャップに染められていく。当時の悪辣なマスコミ。八重のくらいが勝てるんだから小栗出たら面白いよね。実際小栗がいないクラシックってつまんねえとかいろいろ難癖つけられてたんか。今と違ってせいぜい週刊誌とかが追って署名運動なんかが起こる程度の時代だからな。今なら SNS で大荒れか。署名の数でなんとかさせようってのが臭すぎる。令和基準じゃなく昭和基準で考えないとあかんよ。一応人気商売だからファンの声はそれなりに重いぞ。なお史実では署名運動は行われておりません。単行本後書き。決して荒らしたくてやってるわけじゃなくてこの人も本気だな。今もめんどい登録制度ってあるの。制度自体はあるが史実のオベリ騒動を受けて追加登録が可能になった。登録制はあるけど開催2週間前の日曜日までに200万払えば登録できる。一等買うのに1億とかのレベルだから。会長に言ってなんとかなるもんなの。会長が出すか出さないか決めてるわけじゃないのに。まあ野球で言えばホッパスポーツ新聞記者より選手会会長の発言の方が重みはあるだろう。走りやすい靴とか鉄とかやった後に出た履いて走るやつが出るアニメ。ヒラヒラしてるの空気抵抗大きそう。千代ちゃんのあの袖が邪魔なんじゃ。チャベリグ。ダービーに出られなかった丸善さんが千代ちゃんに期待してるシーンとして追加したんかな。千代ちゃんびいきなすぎる激マグ。運命的な何かを感じるからしゃあない。原作の関連性知ってると納得するしかないよね。馬界は定期的に先輩後輩が不思議な縁を感じるそうな。ルドルフとモンニやタキオンとダスカを見つつ。いいね。ダービーの日にダービーの回を合わせてきたか。ダービーにダービーは良い日程だ。小栗キャップ不在のダービーで優勝して小栗が出てたら結果は違っただろうなと言われ続ける馬娘のことも考えてみてほしいんや。この小栗のクラシック登録の話を見てからもう一度オペラ王の毎日杯の話見直したらエモさもりもりになるので見てほしいですね。中央初戦を勝つ確率、2000m の外側から切り込む難しさなどの説明を丁寧に入れてくれるから小栗キャップのぶっ壊れ具合がよく伝わってくる。小栗ちゃん強い。特例失踪できますように。あと小栗ちゃん変なとこで中央と張り合ってません。食材尽きるかな。お腹ぽっこり小栗ちゃん好き。かわいい。
ポーツ下方中さんの声ってなんとなく80年代の空気を感じさせてくれるんですよね。だからシングレの世界観によく合ってる、とてもいいキャスティングだと思います。今日は3レースと盛りだくさん。オグリのライバルたちが次々と来週の日本ダービーに揃えるために今回はお話もかけてましたね。これが史実なんですよね。オグリの熱狂はすごい。実際このダービーとクレイ出走への運動があって後のオペラ王とかにもつながったとか。奇跡を必然に塗り替えていくオグリ。一方でオグリのダービー出走のために署名を集めてシンボリルドルフにあんたの力が必要と直談判する藤井記者。果たして不可能を可能に変えることはできるか。日本ダービーの日がすこぶる楽しみになった。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。